バーチャル怪談百物語。今夜もお疲れ様でした。眠りにつく前に体の力を抜いて耳だけに意識を向けてください。これからお話しするのは遠い江戸の夜の物語、朗読タイプの妖怪百物語。どうぞ今夜のお話とともに深い眠りへ。綺麗だな。その一言で男は褒めただけだ。ただそれだけだった。それは私がまだ若かった頃の話だ。古物商の店先で私は一枚の掛け軸に目を奪われた。白い肌の女、長い黒髪、裾は霞のように消え、足は描かれていない幽霊画だった。だが妙に色っぽい。胸元はほんのわずかに乱れ、指先は細く、唇は濡れているようだった。それは夜になると少し変わります。店主が含み笑いをしてそう言った。私は笑った。怪談好きの冗談だろうと。買った。持ち帰った。床の間にかけた。その夜、私は酒を飲みながらその女を眺めていた。はあ、綺麗だ。ぽつりと口をついて出た。おめえ、綺麗だな。行灯の火が一度だけ強く揺れた。女の目がこちらを向いているような気がした。いや、いない。絵の中から消えていた。首筋に冷たい息。まあ、柔らかい声。驚くほど優しい。私はゆっくり振り向く。そこにいた。そこに女が立っていた。白い肌、透き通るような顔。だが下半身は霞のように揺れている。完全ではない存在。お主、私を見てくれた。女は私の方に細い指先を這わせた。その指が私の手に触れる。冷たい。だが重みがある。100年以上。柔らかい声。驚くほど優しい。そしてゆっくり振り向く。誰も私をきれいだとは言わなかった。100年以上。その声は恨みではなく、ただ寂しかった。まあ、私は恐れより先に哀れみを覚えた。もう一度言ってくれぬか。きれいだと。私は
言った。綺麗だ。その瞬間、空気が甘くなる。香の匂い。女がゆっくり近づく。今宵だけぬくもりを分けてくれぬか。女の体が触れる。冷たいのに柔らかい。首筋に髪がかかる。耳元でお主は優しい。あんどんの影が障子に2つ映る。ゆっくり揺れる。翌朝、私は床の間の前で目を覚ました。掛け軸は元に戻っている。だが女は随分昨夜よりも色鮮やかだ。頬は赤く、唇は艶を帯びている。そしてうっすらと微笑んでいるように見える。それから毎晩だ。夜が来ると女は絵から降りてくる。もう一度言ってくれぬか。そう。私はただその女を待つだけの男になった。夜になるたび女は現れた。一月も経つと鏡の中の私は骸骨のように痩せこけていた。目はくぼみ、肌は土色。私は命を少しずつ吸い取られていた。ああ、わかっている。だがやめられない。私はそれからさらに痩せていった。だが離れられない。私は抗えなかった。その冷たい腕に、その唇に抱かれた。あの目、あのどうしようもない孤独、あの声。綺麗だな。その言葉を言うたびに私の命が灯火のように消えていく。ある夜、女は私の胸に頬を寄せていった。もう絵には戻れぬ。変わってくれぬか。その意味を私は理解した。ある朝、近所の者が部屋を覗くと、そこには誰もいなかった。ただ床の間に一枚の掛け軸。そこには着物姿の男が描かれている。その背後に白い女が満ち足りた顔で立っている。肌が赤らみ、満足そうに微笑んでいた。そしてその掛け軸はまた古物商へ流れたという。女は今日も待っている。綺麗だなと言ってくれるものを、今宵もあなたの後ろで畳が鳴る。まあ綺麗だな。それはもしかしたら何かを召喚し現実にする魔法の言葉かもしれません。話はそれだけだ。さあ
おやすみなさい。